さあ毎週月曜のこの時間はこの学校のウルトラサーバーにある秘密の研究室から Perfume 研究員が登場です。平成を駆け抜けた Perfume も、今日で平成ラストの Perfume ロックスとなる。先週4度目のワールドツアーを終えまして、そして世界最大級の野外フェスコーチュラ出演を終えました Perfume。 いや本当お疲れ様でした。さあ今夜は日本に帰ってきた3人が1ヶ月間に及んだアメリカのツアーを振り返っていきます。 Perfume ロックス。Perfume Locks, starring Perfume. たくさんの生徒からの依頼。北米ツアーの感想を研究せよ。皆さん、こんばんは、かしゆかです。のっちです。あーちゃんです。3人合わせて、Perfume です。よろしくお願いします。ということで、Perfume ワールドツアーフォース、フューチャーポップ、北米のツアーを終えまして、1ヶ月ぶりに日本に帰ってきました。ただいまー。研究室、久しぶりだ。この夜綺麗になった。誰か掃除してくれたのかな。すっごい綺麗なんだけど。嬉しいの。気分がいいですわ。ただいま。ただいま。帰ってきましたね。はい、ほんと、おととい昨日、帰ってきた。もう、帰ってきて、すぐ研究。すぐよ、ほんとに。さあ、1ヶ月ぶりに、日本ですけども。状況変わってました？桜は花びらさえなかったですね。そうだね。もう散った花びらさえなかったです。マジで緑の木になってたからね。普通に元気な木でした。マジかって。まったよねっていう。そっか、一枚も花びら落ちてないよねってなったよね。あと、なんか、あれこんなに道幅狭かったっけって。はあ、なんか、入り組んでるってなるね。思った。その車線が、狭い。一個ずつが狭いね。アメリカもっとでっかいからバーンってしてるもんね。左折とか右折とか、もう大騒ぎだもんね。もう見えるでした。大騒ぎだったけど、あと元号の発表あっちで見たね。見ました。ニューヨークで夜にね。そうレストランでなんか生中継見ながら、出たなんて読むの？何令和だって。令和なんかかっこいいじゃん。令和大騒ぎ日本人。こうしたらもう平成終わるんじゃね？ねえ、もう終わるよ。もう終わるんじゃない？あっという間。いやちょっと3人ともペット飼ってますから。リオンはもう大騒ぎでした。玄関開いた瞬間から訴えが溢れ出て体が追いついてなくて、大丈夫落ち着いてここにいる落ち着いてって。大好きだもんね、ガシュウカのことね。もうべったりでした。なんかこうやって仕事に出かける時も、あ、その人また僕のこと置いてどっか行くんだ。いつ帰ってくるつもり？違う、今日の夜帰ってくるよーって言うんでしょ？言って鼻ちょいそれ分かんないから。ニヤちゃんね、猫はまだ8ヶ月なんだけど、1ヶ月離れてるとやっぱ誰か分かんないくなるかなって思ったの。あんまりこう甘えてこない子だったから。だけどバッてドア開けたら遠くで「なんか知ってる人帰ってきた」みたいな「知ってるかも、でもあれこの人大丈夫な人だっけ、どうだった?」みたいな疑いの目で匂いを嗅がれたよ。匂いを嗅がれたってもう部外者への発言だよね。そう、でも次の日には思い出してくれた。次の日よかったね。ベッタベタになってた。警戒心あるしね、ニヤちゃんね。ポポタンワンちゃんすごかったね。ムービー送ってくれたけど、そう再会の瞬間を、ホテルに預けてたから迎えに行ったんだけど、もう信じられんほどのみたいな。でもどうしたらいいかわからんって感じで、私に来るだけじゃなくて下に一回降りてもう一回それだ
どうした嬉しい。爆上がりしてたね。すごかった。びっくりした。もう1ヶ月でなんかやっぱ性格変わんのかな。あ、ほんと。なんかワンとかもみたいな。歌うみたいな感じで大きくなってわーとか言うようになってて、人変わった犬変わった1ヶ月でなんかあったのかな。なんかあったね。やっぱ変化はあったね。さあ1ヶ月間にわたって北米ツアー、はい。そしてアメリカのフェス、こちらに出演してきたんですけども、はい。仮設研究室を車の中で作りまして。仮設研究室のスマホのマイクというものを。簡単なもんだよ本当に。近未来だね。近未来だね。すごい臨場感あったと思います。ほんと急に回してるところばっかりだったんで、歩きながら急に撮る。よし、今撮ろっかみたいなね。Z やってっけど今いけるっしょっつって。そういうこうなんて言うんだろうな、ライブ感っていうか、言ってることとかは取り留めもなかったりとか、漠然としてるものも多かったかもしれないけど、あれが現場の裏側がリアルにやっぱ感想言うとこも他ないしね。そうだったね。なかった。取材はまあたくさん受けましたけど、なんかね、そのままの声を届けるみたいなところはね、他になかったから。日本語でそこで喋るのもここだけだったし、なんかね、ワールドツアー4回目じゃん。向こうのエージェントの人たち、アメリカで Perfume の活動をこう、サポートしてくれるね。してくれる人がいるんだけど、その人たちのおかげでフューチャーポップがちゃんとアメリカでもなんか聞いてもらえてたり伝わってるんだなっていうのをもうステージに出た瞬間から感じられたのがすごく嬉しかったし、あ、行ってよかったなって思いました。そうだね、やっぱ中田さんの音楽ってかっこいいんだなっていうことの成果っていうか、なんかいろんなことが奇跡とか、いろんな人のなんか私たちへの応援してくれてる気持ちとか、いろんなものが重なってできたつながりを感じたよね。英語も頑張ってよかったね。頑張ったね。よかった。はい。さあ、そしてアメリカ最大のフェスコーチェラ。これはコーチェラは、日本では珍しいんですけど、2回出るんですよ。2週全く同じアーティストが同じタイムテーブルで出るんだよね。そうそう。1週目のだから感想をね、ここで言ったんだけども、2週目もこの間あって、ほんでそれがストリーミングとして放送されて、まあでもあれの生放送の順番さ、フルでライブやったのはカニエさんとアリアナさんと Perfume だけだから、すごいよね。衝撃的だよね。で映像のラストに鳥 Perfume だからね。アリアナの次だよ。すごいよね。なんでどうしてUnbelievable。 1週目終わった後もね、ローリングストーン誌のベスト16に選ばれてね、それも衝撃的だったよね。いやー、アジア人うちらだけだったよ。なんでどうして入ったんだみたいな。でもあれがすごいことすぎるらしくて、現地の人たちも祭り騒ぎみたいになってて、これはとてもすごいことなんですよみたいな。同じこと何回も言う。そうなんだね。すごい。よかった。ありがたいです。いろんな会社行きながらも、みんななんかすごいよねみたいなことね、みんなでなんか共有し合ってて、なんて幸せなんだってね思ったよね。なんか奇跡のような瞬間がいっぱいあったね。なんか自分たちが想像してないところでたくさんの人が見てくれて、なんか日本の技術とか私たちが誇りを持ってやってることをちゃんと同じように評価してくれてるんだっていうのを、周りのそのね、いろんなところから実感するっていうのがすごい多かったね。そうだね。嬉しかった。さあ、でこの2回目のコーチェラの終わった後にね、日本でその YouTube でコーチェラのライブの模様が配信されてたんで、それを見てくれた生徒からも感想の書き込みが届いています。はい、紹介します。東京都22歳男の子、ラジオネームたいくん01。たいくん、
こちら出演お疲れ様でした。ありがとう YouTube でドキドキしながら見ました。ありがとう。最初ストーリーでスクリーンが倒れた時は正直ドキドキしましたが、3人の諦めない気持ち、絶対にやるんだという気迫、こちらにかける強い思いがパフォーマンスからひしひしと感じられました。ダンスはいつも以上にキレキレでシンクロ率も高く、表情一つ一つも丁寧で繊細で作品のようでした。難しい場面だったからこそ、今まで見たどんなパフォーマンスよりも Perfume さんのこれまで積み上げてきたものがすごく現れていたような気がして、何より逆境をアウェーな地でも諦めない姿勢を改めて見ることができて、とても感動しました。これからも応援してます。なんかチャーポンみたいなこと言ってる。ありがとう。熱いね。チャーポンを見に来てくれて、本当にそのインディーズの頃の3人を見たって言って、もう自分9がね、もう活動休止になっちゃったんだけど、そうやって自分のこうグループがそうやって休止になっちゃったけど、自分なんてまだまだ若いし、まだまだできるわって思ったんだって。だからこういう諦めない姿勢とか、まだまだ貪欲にちょっとでも見てもらえるようにって振る舞う姿勢みたいなのに、すごい胸を打たれて涙が止まらんかったって言って、チャーポンみたいなこと言ってるこの人すごいね。チャーポンはさ、現地で見てたけどさ、そうだ、身内だから。しかも身内だけど、タイ君は YouTube 越しに見てたんだよ。身内か身内かもしれない。嬉しいね。嬉しいね。その気持ちが伝わってるというか、感じるところが一緒っていうのがね。そう、これ2回目のこちらの方で、ストーリーからも始まったんだけども、風がね、もちろん野外なんで、風がすごくて、でしかも筒型になってるから、その風をなんていうんだろうね、こう集める、綺麗に受けるんだよね。テントだったね、会場がね。だからパーってこう流れてきちゃうんだよね。でそれも出る前にテープで止めるかとか、車輪をなくすかとか、本当にギリのギリまで対応しようと、変化を対応しようってことをやったんだけども、どうしても倒れてきちゃって、だからもうやったことのないそのアミッドスクリーンを持ちながらのチャラチャラチャチャカチャチャチャって、なんかね、こうなんていうのかね、こう竜巻を起こすみたいな映像のところの中で3人がこううねうねしながら、上行ったり下行ったりする振り付けがあるんですよ、序盤の方ね。それをアミッドスクリーンを持ちながらその腰と肩で肩とお尻でこう表現するその竜巻感セクシーになっちゃったセクシーダンスやるつもりないんだけど。いや、そんなつもりない、そんな人たちじゃない、そんじゃないねんけど、両方取った結果もうお腹がない、もうこれ一つでも動かしたらもうこのまま倒れてくるから、もう本当あの時だけのストーリーまさかだったね。曲の乗り方は割と世界共通だったかもしれない。同じように感じてるんだっていうのをすごくステージ上で思ったよね。あ、この曲の時こういう気持ちで上がるんだ、一緒なんだ、なんかそこでもなんか共有できたっていうか、つながれた感じがして嬉しかったな。セットリストは、ほんとこちら仕様でしたね。今までに組んだことのない組み合わせで。いや、実はあれ2週目はあそこに MC を入れたんだけど、1週目は MC なしで行ったんですよ、ほぼなし。もう最後まで。一番最後にフラッシュっていう曲をやったんだけど、その前に MC をほんの少し入れただけで、ただでも1週目にやった時に MC をやり終わった後の曲が知ってる知らない関係なく、もうめちゃくちゃ伝わってるっていうか、上がってる姿を見たの、でこれだと思って、やっぱりコーチェラっていう自分たちにとってはもう程遠いフェスだと思ってたフェスだけど、出れるんだったらそこに気持ちや行動ライブをやっぱ寄せなきゃダメだなと思って、気持ち寄せてライブの中で MC をやらないっていう選択を取ったんだけど、でもやっぱり自分たちはこっちだって思って2週目は MC を入れたんですよ、間に。曲目も変えて、そうするとね、やっぱ2週目は結構いい感じで、ただでも曲目を変えたことによりまたハードになり攻めるね追い込むよね本当にステージが立った
たことのないくらいの氷の上みたいなツルツルだったわけ。もうどうやったって踏ん張りが効かないね。やっぱ砂の関係で、砂と風の関係で、そうだね、そうしょうがなくって、でもやっぱりその中でどうやったらかっこよく見えるかっていうことを1周目で自分たちは体験してるから、それを生かして、よしじゃあ大きめに踊ろうって、もうあとは崩壊しても OK ラストステージだっていうことで、まあ、やりきったんですけども、それがねちゃんとこうやってカメラを通してこっちにも伝わってたんですね。よかった。嬉しいね。本当に見てくれてありがとうみんな。このセットリストがいいと思ってくれるなら日本でもやるか。そうだね。そうですね。死んでまうよ。死んでまうよ。日本でも死んでくださいよってまあね、私たちは日本のアーティストなので、日本の人たちにまた喜んでもらえるようなライブをまたできるようにね、頑張ります。さて、ここで Perfume Rocks からお知らせです。はい。来週の Perfume Rocks はスクールオブロック自体が休校になりますのでお休みとなります。ということで次回の研究は5月13日、私たちもそれまでにはね、ちょっと日本の感覚というかそうですね。オッケー取り戻しておこうかなと思います。ということで富山校長、芦沢教頭、生徒の皆さん、Perfume日本に帰ってきましたよ。お帰りなさい。お帰りなさい本ませ。当にお帰りなさい。この今のね Perfume 研究員の3人の話を聞いていて、そしてまあこのフューチャーポップだったりとか、一瞬だけ流れたペッ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 でフェイクイットだったりとか、If You Wanna とかのね映像がね、この蘇るね。まあ画面越しだったけども大丈夫な俺は YouTube YouTube すごくね、やっぱストーリーの時もさ、その今笑いながらさ3人は話していたけども、俺はあれ見た、まあ明らかにそのハプニングが起きてるのは分かってたけど、でも全く動じてないなと思って。そうだね。ってことはもう修羅場という修羅場をくぐり抜けている3人だからこそ、佇まいでいられるんだなっていうのがね、いやー震えたな。風に打ち勝った感じがしましたよね。すごい。お帰りなさい本当に。で見たい、このセットリストで。無理かな、見てえな、いつか頼みますわからのね、やっぱマジソンスクエアガーデン本当にあるんじゃねえかな。おお、ライブ僕は思ってますよ。いや、あると思うよ。俺も近い将来にぜひ。来週Perfume研究員本当しっかりお休みいただいて、また再来週よろしくお願いいたします。ありがとうPerfume。明日のこの時間はスクールオブロックの新ロスの大王アレキサンドロス先生が登場。アレキサンドロス